こんにちは。心と時間を豊かにする五感でパン作りのミカです。今日はシュトロイデルをたっぷりのせたシナモンレーズパンを一緒に作っていきましょう。まずミキシングです。強力粉 200g をボウルに量ります。インスタントドライイースト 4g、 お塩 3.6g、 砂糖 15g、 スキムミルク 10g です。スキムミルクはダマになりやすいので、一度ほぐしながら加えていきましょう。カードの丸い方を使ってざっくり混ぜましたら、お水 95g、 卵 50g を加えてざっくり混ぜ合わせていきます。この時加える水分は夏場は冷水、それ以外のシーズンは常温の水を使っていきましょう。粉がなくなりましたらテーブルに生地を出して、さらにしっかり混ぜ込んでいきます。生地を遠くまで伸ばしていきましょう。手と一緒に生地が戻ってくるようになりましたら転がしていきます。右手で左奥行って戻ってくる、左手で右奥行って戻ってくるっていう感じで V の字を描くようにこねていきましょう。この時に最後の一押し思いっきり力を入れてあげてください。弾力が出てくるようになりましたらグルテンチェックをしていきます。生地を引っ張ってみてゴムのように伸びるようになったらこね上がりです。冷蔵庫からバターを出してきて加えていきます。細かくカットして生地の上に乗せてあげましたら遠くまで生地を伸ばすようにしてバターを混ぜ込んでいきましょう。最初混ざりにくいです。混ざりにくいということはいい生地ができたということですので安心してください。遠くまで伸ばしていくとだんだん混ざってきます。完全に混ざりましたら終了しましょう。テーブルに打ち粉をして生地を丸めていきます。丸め方はご自分のやりやすいようにやっていただいて構いません。閉じ目を下にしてボウルに入れて一次発酵に入ります。30度で40分発酵させましょう。はい、発酵上がりました。大きくなりましたよね。フィンガーテストをしていきます。人差し指で指をさしてみて穴の大きさが変わらなければ発酵完了です。数回ガス抜きをして生地を出していきましょう。私は打ち粉をしていませんが、慣れてない人は打ち粉をしましょう。手前から緩く巻いて向きを変えてさらに一巻きしていきます。ふんわりラップをかけてこのまま10分置いておきます。10分経ちましたので成形をしていきましょう。打ち粉をしましたら閉じ目を上にして生地を置いて軽く平らにしてあげてください。綿棒で生地を伸ばしていきます。30センチ四方ぐらい伸ばしましょうか。厚さを揃えてあげるようにしましょう。横長かな。はい、そうしましたらグラニュー糖を散らしていきます。奥1センチは散らさないようにしてください。たっぷり私かけていきます。はい、そこにシナモンパウダーをかけていきます。たっぷりかけていきます。私ニッキはダメなんですけどシナモン大好きなんですよ。たっぷりかけていきます。シナモン嫌いな人はこれかけるのやめちゃっても大丈夫ですよ。端っこの方までしっかりかけていきます。でレーズンを全体的に散らしていきます。これも奥1センチはのせないようにしてあげてください。でレーズンは水に10分から20分つけてざるにあげてよく水切りしたものを使っていきましょう。レーズンがふんわりして美味しくなりますんではい、そしたら手前から2センチぐらいの幅をまず折ります。この2センチをパタパタパタと折りたたんでいくように生地を巻いていきます。はい、もう少し上の方までレーズン広げていきます。はい、巻き終わりは一つ手前の生地としっかりくっつけていきましょう。この時餃子の皮みたいにならないようにしてくださいね。はい、しっかり貼り付けます。
と閉じ目を下にして分割していきます。まずね、ガイドラインをつけていきますね。8等分にしていきます。はい、じゃあ切っていきましょう。カードを下の方までぐっと押したら手前に引きます。で、断面を上にしてアルミカップに乗せていきましょう。アルミカップは8号を使っています。アルミカップがね、ない方はそのままね、オーブンシートの上に乗せていきましょう。カットする前に一度潰れてしまったね、生地を元に戻してあげるとカットしやすいですよ。カットした後の生地は潰れているので、アルミカップに乗せるときね、少し形をね、整えてあげるといいです。はい、これで最後です。で、この後最終発酵をしていきます。35度で30分煮ていきます。途中オーブンに余熱を入れていきましょう。180度で余熱を入れます。この間にシュトロイゼルを作っていきます。薄力粉 25g をふるっていきましょう。横着ですね。かなりね、容器から飛び出ちゃってますが、はい、そこにグラニュー糖ですね。お砂糖でいいです。15g を加えます。で、ざっくり混ぜ合わせましたら、ここに冷たいバターを加えていきましょう。必ず冷たいものを使っていきます。で、粉をつけながらバターをね、細かくしていきます。粉をまぶしながらね、バターをいじるとあんまりね、手にくっつきませんので、ここでね、しっかりね、粉をつけながら粉類とバターを混ぜ合わせ、そしてね、細かくしていきましょう。で、時々ね、指先でね、こすってあげるといいですね。少し塊が出てきたら終わりです。使う直前まで冷蔵庫に入れておきましょう。ここでお知らせです。松尾美香の最新刊です。柴田書店から出版しましたタッパーで始める高加水パン。こちらは2日間で作るパン作りです。忙しい方や会社から帰宅後にパン作りをしたいっていう方向けに作ったレシピになります。書店で見かけたらぜひ手に取ってみてください。はい、最終発酵完了しました。膨らみましたよね。そしたら表面にぶり卵をしていきましょう。塗るというよりね、生地をハケで叩くようにしてあげます。上だけじゃなくってね、サイドも塗ってあげるようにしてください。で、そこに先ほどね、作っておいたシュトロイゼルを乗せていきます。ちょっとね、塊にして乗せてあげるといいですね。真ん中の方に乗せていきましょう。はい、で、この後焼いていきます。180度で15分焼いていきます。焼き上がりました。どうですか？美味しそうですよね。綺麗な色に焼き上がっています。この動画が気に入った方はぜひメルマガもチェックをしてみてください。パン作りのコツをね、細かく説明しています。レーズン酵母のね、作り方なども解説していますので、ぜひ登録してみてください。チャンネル登録もぜひしてくださいね。